アフィックスの72分の1スケール、グロスター、ミーティア、F3 の仮組みを行います。ミーティアはイギリスの航空機メーカー、グロスターエアクラフト社が開発したジェット戦闘機なのだ。連合国側で初の実用ジェット戦闘機ってことね。そうそう。ちなみに世界初の実用ジェット戦闘機はドイツのメッサーシュミット ME262 で、ミーティアはそれに少し遅れて1944年7月に実戦配備されている。ほぼ同時期に実用化されていたのね。でもドイツ機と激しく戦ったって話はあまり聞かないわね。ミーティアは前線にはあまり出ず、主にイギリス本土の防空任務に使われていたみたいだね。この時期だと主な任務は V1 の迎撃になるかな。機関砲で撃ち落としていたわけね。そうそう。それに加えて主翼同士を接触して反転させる方法も実際に使われていたみたい。ジェット機なのにちょっと力技ね。これはテンペストなんかでも使われていた方法で、翼端の気流で姿勢を崩して落とす戦法なのだ。それにしてもジェット機なら前線で使った方が良さそうだけど。そこがポイントで、ミーティアは直線翼で安定性重視の設計なんだよね。扱いやすさはあるけど高速域での空戦性能はそこまで高くなかったみたい。なるほど、純粋なドッグファイト向きではなかったのね。それだけじゃなくて、当時のジェット技術は極秘扱いだった。もし撃墜されてドイツに回収されたら大問題だからね。確かにそれは避けたいわね。さらに初期のジェットエンジンは信頼性も低くて、長距離の作戦行動には不向きだったみたい。だから本土防空に限定されていたわけね。そういうこと。一方で ME262 は交代翼で高速性能を重視していて、爆撃機迎撃や空戦に特化した設計だった。見た目からして違うものね。ミーティアは安定重視の実用機、ME262 は高性能だけどピーキーな戦闘機という違いになるかな。だから戦果の派手さでは ME262 の方が目立つわけね。そうなのだ。ただしミーティアは戦後に本領発揮しているのだ。戦後も使われていたの？イギリス空軍で長く運用されて各国にも輸出されている改良型の F8 なんかは主力戦闘機として活躍しているね。なるほど、実戦では控えめだけどその後にしっかり貢献した機体なのね。そういうことなのだ。ところで今回はエアフィックスのキットなんですよね。いつ頃のものなんですか？実はエアフィックスのミーティアは3世代あるみたい。3世代もあるの？まず1世代目が1970年発売のキットで、今回紹介するのがそれ。かなり古いキットね。今回は軍勢産業へ OEM された日本もパッケージ版だね。なるほど。それで2世代目は2009年に F8 型として新金型が登場している。戦後型のリニューアルってことね。さらに2022年にいわゆる赤箱で F8 が再び新規金型として出ている。しっかりアップデートしてきてるわね。自国機には特に力を入れている印象だね。それで今回は初代キットというわけね。そういうこと。ちなみにキットには1969年の刻印があるけど、スケールメイトでは1970年発売とされている。金型完成と発売時期のズレかしらね。そんな感じだと思う。内容的にはどうなの？時代的にトツモールド、トツリベッドのクラシックな構成で、コックピットもかなりシンプルな内容になっている。いかにも旧キットって感じね。そのあたりも含めて仮組みでしっかり確認していくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは思いっきり地上攻撃中のミーティアなのだ。本土防衛が主任務ではないの？まあ入るからね。こんなイラストにしたのかもね。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図が入っているのだ。マーキングは1種類のみ。第616飛行隊でマンストン空軍基地所属機となる。なるほどね。部品点数は全部で37点なのだ。72分の1スケールとしては今ですと部品数は少なめですね。ではエアフィックスの72分の1スケール、グロスター、ミーティア、F3 の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で3パーツ。操縦席床に背部隔壁、座席となる。計器パネルは後ほど胴体に接着ね。そうなのだ。パイロットはついていますね。操縦桿もないので座っていただいた方がいいかな。次はエアインテークね。エアインテークといっても入り口部分のみ、左右それぞれにパーツずつとなるのだ。後から主翼に取り付けるわけね。そうなのだ。
次はエンジンノズルかしら。こちらも今の段階では切り出して終了なのだ。総発エンジンなので左右切り出す。ノズルは随分と小さいのね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席とケーキパネルを挟んで接着するのだ。重りの指定は 8g と書いてありますね。多分 8g だと少ないかも。コックピット後方やエンジン先端にも仕込んだ方がいいかもね。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドで凸リベットとなる。リベットはびっしりと入っているのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。エアインテーク内部を挟んで主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。貼り合わせたらエンジンノズルを組み込むわけね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなるんだけど、主翼にはエルロン以外にリベットはなし。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。いつもと同じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度はどうでしょうか。厚みはあるけども透明度は問題なし。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで2パーツ構成。タイヤと主脚が一体となっているのね。それを支える主脚があるわけね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前輪ね。前輪もタイヤと足が一体となってるのだ。こちらも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。最後は細かいパーツとなるのだ。まずは胴体上部にアンテナを配置ね。主翼の上面、下面にエアブレーキを取り付けるのだ。このエアブレーキの形状が違うみたいね。エアブレーキ自体は問題ないんだけど、主翼部分にエアブレーキに開いている穴に合わせて突起がついていて、この部分が省略されているみたいだね。エアブレーキを収納するとエアブレーキの穴は塞がるのが正解なわけね。そうなのだ。では終わりに総評なのだ。今回はエアフィックスの72分の1スケール、グロスター、ミーティア、F3 を仮組みしてみたのだ。仮組みしてみた感想はどうでした？まず感じたのは全体に施された凸リベット表現かな。この時代ならではの表現ですけどね。合わせ目処理を考えると少し扱いに気を使う部分だと感じたのだ。当時のリアルさの表現としては一般的な手法ですものね。雰囲気重視で作るなら活かすのもありなんだけど、合わせ目処理との兼ね合いを考えると投稿者は一度全て落として整える方向になるかもしれないのだ。その場合は筋彫りも入れ直す感じですかね。そうなると思うのだ。外形とかはどうでしょうか？ミーティア自体そこまで細かく把握しているわけではないんだけど、完成したシルエットはちゃんとミーティアらしく見えると感じたのだ。パーツの合いもこの年代としては悪くなくて、主に胴体と主翼の接合部に調整が必要かなという印象だったのだ。仮面が少し隙間が出やすい感じですね。そうなのだ。それと主翼の前縁と後縁の処理は少し気になるポイントだったのだ。前縁はやや角張り気味で後縁は厚みが気になる感じね。そうなのだ。ここは削り込みなどで成形してあげるとより実機らしい雰囲気に近づくと思うのだ。操縦席はシンプルでしたね。そうそう、この時代のキットらしく簡素な構成なので、パイロットを乗せるか最低限のディテールアップをするのが良さそうなのだ。それと操縦席後方がかなり見える構造なので、ここは少し隠す工夫をした方が見栄えが良くなりそうなのだ。ウェブ上での評価はどうなんでしょう？雰囲気はしっかり捉えているけど、やはり時代双方の出来という評価が多い印象なのだ。組みやすさは評価されている一方で、凸モールド主体で細部のシャープさや形状はやや大味という意見が多いかな。まあ1970年のキットですからね。そうなのだ。もし精密さを重視するなら2009年以降の新金型キットを選ぶのが無難だと思うのだ。クラシックキットとして楽しむか現代キットで仕上がりを取るかという感じですね。そういうことなのだ。このキットは当時の雰囲気を楽しみながら気軽に組むという楽しみ方が合っていると感じたのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。